ジャスミンの匂いがするな。お、咲いたらやっぱりポトス、蛇のようにこう木に登っていくけど、これも見ていると動物的なんだな。木もそうだしな、これもそうだよ。このコブラ、木のコブのこの穴の具合がなんとも生き物的。見てごらん、これアマリリスもこのつぼみはまるで動物のように生きてる。我々の日常にはなんかそこになんかいる気がする。あれ、今何かいたんじゃないの、そういうなんか気配がいっぱいある。例えば戸が開いてて、夜の遅い時間ね、戸が開いて、その戸が開いてるところをひょいと見るときに、その戸口のところに何かが立ってんじゃないかと、そんな思ったり、あるいはなんかその岩のこの暗がりのところに、あの奥の方に何かいるんじゃないかと急に振り向いてみたり、じっと目を凝らしてみたり、そんなふうにしてなんか生き物の気配をこのどっかで常に感じる。まあ目に見えるものと、目に見えるものにもその形状がいっぱいあるわけだけど、目に見えないもの、心の中に広がっているもの、そういうのと合わせるともうすごい量の気配の中に我々は生きてる。今日はちょっとこの辺を散歩しながら、なんかそういうどういうんだろうな、その形からとか、あるいはこの場の感じとか、そういうので見えるその気配をちょっと探しに行きたいというふうに思う。それじゃあ行ってみよう。さあ、このフクギの根かとフクギをこう隣り合わせに植えて、隣同士こう絡んで、この肩組んでるような感じ。わあ、これも動物のような気配よ。背中はうわあ、苗がいっぱい生えて、この苗たちも次大人になろうとひたすら耐えて頑張ってる。うわねえ、こんなの見るとこういう中に、いやサンゴのかけらだけどボードか。
穴とか洞窟とかこううろになってるこの真っ黒い穴から入るそういうとこもちょっと行ってみようと思うんだけど、大体このうろの中っていうのは外が明るければ明るいほどそこが真っ黒になるわけだけど、その暗いところに入っていくっていうのはやっぱり多くの想像力が自動的にこうね誘発される。行ってみよう。おお、これははいはい、おー、中に入るとこう広くなってて、上からアダンバーの長い茎が垂れ下がってて、こんなところでこういうふうにしゃがんでいるとここから見えるものはこの岩のゴツゴツ見ていると一つ一つなんかね違う映像が見えてくる。なんかこの動物やらさまざまな生き物の形が現れてくるんだところ、例えばこれなんかほら、これはハマイヌビワカアコウギの根だけど、こういうに絡んでほらね、蛇がこう絡まいてるような根だけど、とてもその根だけにとどまらない、なんか動物のような想像が働いてくるよね。ここにある転がってるこの石ころだってなんかいちいちイメージを喚起するようなもんだよ。闇というのは人間みたいに昼活動することを基本とする生き物にとっては怖いところで、なんかそこに魔物がいるかもしれない、自分を取って食うものがいるかもしれないという恐怖が遺伝子レベルでね、古い昔にまだ草原に出て間もない、あるいは木の上で暮らしてた頃、蛇や他の大きな獣に取って食われている時代、その時代からこの捕食者に食われる怖さで、捕食者がどっかこの闇に隠れてるかもしれない、そういう遺伝レベルの怖さと、また何て言うんだろう、そういう古い時代から獲得したその想像力、それからかも喚起される。これだってほら、こっちが目でスーッとしてて木がボーボーと生えてる、なんか奇妙な生き物に見えてくるし、こんなに思ってみると人のその想像力が見えるものっていうのはこのうろの中にほんと充満してるように思える。
洞窟というのはいればいる分だけ、その時間の分だけイメージがなんかこう満ち溢れてきて、まさになんか命の気配のなんかどういうんだろう、巣窟みたいなね。いや楽しいような怖いような、それになんか喋るごとにカラスが集まってきて上めき立てると、さらにいろんな気配が満ちてくる感じがする。いやいやいや、すごいよなかなか。とりあえず出る。そうだ、これなんだ。そうだ、俺。あ、これ貝殻のかけらだけど、何者かの姿に見えるでしょう。なんか角度によって見える感じが違う。これもさ、何かしかの命が宿っている。骨にも見えるけどね。まあ貝の骨といえば骨だけど、これ貝殻なんだけど、まるでなんか哺乳類の骨のようだ。ふととあららら、これほら、これまた何者かの気配を宿してるでしょ。この塊の中に何か生き物がうずくまっているような気がする。これは中英虫こぶだけど、中は多分物理的にはね腐っているけど、この塊のこの感じはどうしても生命感を覚えてしまう。赤穂黒、いわゆる大マガ国、まがまがしい者たちが
通過する、それが盛んに行われているこの時間にということで、今ちょうどこの赤穂黒に入ったところ、これは昼と夜の間ということになるんだけど、その間には昼のイメージ、夜のイメージ、そういうイメージのまたここが洞穴なんかと同じようにるつぼ、想像力が果てしなく広がると言えばいいか。まあこの時間は人間は夕刻のこの時間にぼーっとしていると非常に精神的に休まる、整うということなんだけど、間の時間いろんなまままた激しく往来しているわけだ。今日はすぐ隣にある、想像力の中にというのか、隣にある生命の気配といいましょうか、形にもあるし、ちょっとした精神の動きの中にもそれがなんかこうイメージが炸裂する、目に見えるものと見えないものとそれを合わせるととんでもない数の、何と言いましょうかね、生命の気分とでも言いましょうか、そういうのを感じるわけですけど、今日はあちこちあっちってそれをどうにか伝えてみようと思ったけど、ありすぎてダメという感じになってしまった。最後にこれは大葉木という木の葉っぱですけど、こうするとほらまさに隣国